もしあなたの住む町で次々と人が殺されていったら、遡ること13年前の2009年1月、インド北東部に位置するアッサム州グワハーティが今回の舞台。その日の深夜、あるホームレスが路上で眠っている時のこと。誰だあんた。人の気配を感じ、眠そうに目をこするホームレス。彼の目の前には見知らぬ男が何かを持ち上げながら立っていました。そして次の瞬間、男は手に持っていた何かをホームレスの頭に叩きつけたんです。うわー！叫び声とともにその場に崩れ落ちるホームレス。その後も男はホームレスの頭をめがけ何かを執拗に叩きつけます。やがてホームレスがピクリとも動かなくなると、男は不気味な笑みを浮かべその場を立ち去ったんです。動かなくなったホームレスの傍らには男が使った凶器が残されていました。それは重さ 30kg の石だったんです。路上で寝ているところを突然襲われたホームレス。重さ 30kg の石でホームレスを殺害した男の正体とは。この事件を紐解くと見えてくるのは、貧困と悲劇の連鎖だったんです。最近進撃の巨人見始めたんですけど、ネタバレされちゃった。ケンちゃんです。誰に？ 31 はストロベリーチーズケーキ派、ヤミヤミコです。いや、ピーナッツが好き。本日皆様にご紹介するのは、インドで起きた殺害方法がね、もうほんと恐ろしすぎて、インド中をね、震撼させた事件をご紹介したいと思います。もうちょっと詳しく教えて。説明するのももうはばかられるようなね。本当に残虐な方法なんですよ。しかもこの犯人ですね、堂々と街のね、中で犯行を行っていたにもかかわらず、尻尾がつかみづらい犯人だったんです。早速、犯行の全貌を見ていきたいと思います。深夜の惨劇。遡ること13年前の2009年1月、舞台はインド北東部に位置するアッサム州グワハーティ。その日の深夜、一人のホームレスが人気のない路上で眠っていました。そこへ辺りの様子を伺いながら近づく怪しい人影が。なんだこんな時間に。気配を感じたホームレスが目を覚ますと、真横に見知らぬ男が立っていました。男は手に何かを抱えているようです。自分を見下ろす不気味な男に一抹の不安を覚えたホームレスは慌てて起き上がろうとしました。あんた、一体何を？ホームレスがそう言いかけた次の瞬間、男は手に持っていた何かを振りかぶり、ホームレスの頭をめがけ思い切り叩きつけたんです。うわー！頭から血を流しその場に崩れ落ちるホームレス。やめてくれ！そんなもんぶつけられたら死んじまう！ホームレスは必死に助けを求めますが、男は再び何かを持ち上げ、頭痛で遠のく意識の中、三度何かを持ち上げる男を視界に捉えたホームレスは絶望するほかありませんでした。暗闇の中、何度も鈍い音が響き渡りました。男の暴行はホームレスが気を失った後も延々と繰り返されていたんです。やがてホームレスが息絶えると、男は満足げな表情を浮かべその場を立ち去ります。ホームレスの傍らには男が凶器に使ったあるものが転がっていました。それは重さ 30kg の石だったんです。めちゃくちゃひどいじゃない。そんなさ、重い石何度もぶつけられたら明らかにもうぐちゃぐちゃになっちゃうでしょ。しかもさ、寝て起きたらさ、石を持ったやつが目の前にいるわけですよ。恐怖以外の何者でもないから。どうする？そんなことに。俺、防いでも多分腕ごといかれちゃうわよね。こうじゃん。こうじゃん。いやいや、メイウェザー。よくわかったわね、あんた。いい相方だな。鋭いんだから俺。よくわかったわね。男の犯行はこれだけでは終わらず、この後7人ものホームレスが同じ方法で殺害されてしまったんです。巨大な石を何度も繰り返し頭に叩きつける残忍な手口により、見つかった遺体はどれも顔面が潰れ、頭の骨が粉々に砕け散っていました。この手口はもしや、ある年配の警察官はホームレスの遺体を見て何か思い当たる節があるかのようにつぶやきます。その後、犯人はすぐに特定され、一人の男が逮捕されました。男は重度の薬物依存症を患っている精神病の患者でした。そうだよ、俺がやったんだよ。事情聴取の結果、男はあっさりとホームレスの殺害を認めました。そこへ犯人の逮捕を聞きつけた年配警察官が駆けつけます。一連の殺人事件の犯人が捕まったって？はい、奴は犯行を認めました。急いで犯人の顔を確認する年配警察官。すると次の瞬間、彼は大きくため息をつき、ひどく落胆した様子を見せたんです。どうかなさいましたか？部下が尋ねると、年配警察官は悔しさをにじませながらこう言いました。くそ、とうとうあいつが捕まったと思ったのに、こいつはストーンマンじゃない。何男は犯行を認めたわけでしょ。いや、ストーンマンじゃないって、どういうこと？実はですね、警察官がね、この男をストーンマンじゃないって言った意味を本当の意味で理解するには、1985年まで遡る必要があるんです。ストーンマン襲来。あれは今から20年以上も前のことだ。落ち着きを取り戻した年配警察官は過去のとある事件を振り返りました。
1985年8月7日の深夜、インド西部にある都市ムンバイで突如としてその事件は起こりました。やめろ！静まり返った深夜の路上に響き渡る叫び声。その日、何者かによって複数の人間が次々と殺されていきました。被害者は皆男性で路上で生活しているホームレスでした。なんでホームレスの人たちばっかり狙われてんの？なんか犯人がなんでね、インドのホームレスの方々を襲ったかっていう、明確な理由っていうのは定かではないんですけれども、インドはね、そもそもホームレスの方が多いっていうところで、結構貧困問題がね、深刻な国なんです。というわけで本日のメトラキーワード、インフォーマルセクターについて。インフォーマルセクターとは、行政指導を受けていない非公式な職業のこと。具体的な例としては、路上での商売やゴミ拾いなどで生計を立てている貧困層が当てはまり、発展途上国に多く見られるんです。貧富の差が激しいインドでは、労働人口の 80% がインフォーマルセクターとして働いていると言われています。非公式な職業であるため、安定した賃金を得ることができず、決まった住居を持っていない人も多いんです。8割って相当な数じゃな。そうなんですよ。こうしたね、インドの状況っていうのは、今も昔も変わっていないんです。事件が起きた当時のムンバイも例外ではありませんでした。ムンバイは世界有数の商業都市として知られる経済の中心地。路上の商売で生計を立てるインフォーマルセクターたちにとって人の往来が多いこの街はうってつけの場所なんです。さらにムンバイは年間の平均気温が 27.5 度ほど。寒暖差が少なくホームレスにとっては快適な環境で、また治安も比較的いい地域とされていました。そのため特に警戒することもなく過ごしているホームレスも多く、彼らを狙う犯人には格好の狩り場になってしまったんです。そういえばさ、最初に話してた事件もホームレスが狙われてたわよね。そうなんですよ。しかも似てるっていうのは、ホームレスの方がね、狙われたっていう点以外にもあるんです。誰がこんなむごいことを。事件当日の朝、ムンバイの街中に横たわるホームレスの遺体を前に、人々は言葉を失いました。なぜならこのホームレスは石で頭を潰されていたから。遺体の傍りに転がっているのは重さ 30kg の石でした。深夜のムンバイで一連の殺人を行った犯人は、その犯行手口になぞらえて人々からこう呼ばれるようになりました。ストーンマンと。警察はすぐに現場付近での聞き込みを開始したんですが、捜査は難航。それは被害者のほとんどが身元不明だったことに加え、犯行時刻は人通りが少ない深夜で目撃者がいなかったから。犯行手口も最初の事件と全く一緒じゃないの？だから年配警察官はストーンマンって言ってたのね。そうなんです。だから2009年にね、起こった事件でも、警察はね、同一犯なのではないかと疑ったわけなんです。重さ 30kg の石を何度も持ち上げられる人物ということから、ストーンマンは背が高く体格のいい男だと推測されました。しかしさすがにそれだけの条件では犯人を絞り込むことはできません。警察がいつまで経っても犯人の手がかりをつかめないでいることに、現地の住民たちは不安を募らせます。ストーンマンがまたいつ出るかわからん、夜道を出歩くのは危険だと、一人また一人と夜の外出を控えるようになっていました。外出を控えるってさ、家がある人ならいいけど、ホームレスの方々なんて逃げる場所がないじゃないの。そうなんですよ。ですがですね、このホームレスに対する襲撃、このストーンマンという恐ろしい男、そんな男からね、間一髪ついに逃げ出すことに成功した男がいるんです。誰か早く開けてくれ。ある日の深夜、一人の男が警察に駆け込んできた。なんだ、騒がしいな。当直の警察官が入り口を開けると、汗だくの男が息を切らしていた。助けてくれ。必死の形相ですがりつくその男は、近くの路上で寝ていたホームレスだった。おい、一体何があったんだ。警察官が事情を聞くと、男は何とか呼吸を整えながら話し始めた。いつもの寝床で寝ていたら、知らない男が近づいてきていきなり襲いかかってきたな。奴はでっかい石で殴りつけてきて、なんだって。そいつはストーンマンだ。そう、男はストーンマンの被害者の中で初めての生存者だった。警察官は男から何か手がかりが得られることを期待した。お前はストーンマンの顔を見たのか。それは暗くて何も見えなかった。そうか。くそ。警察官はぐっと唇を噛みしめた。その後もストーンマンを捕まえるべくムンバイでは100人以上の人員が捜査に駆り出されました。しかしその甲斐もなく犯人の手がかりは何もつかめないまま時間だけが過ぎていったんです。結局ストーンマンは1985年から1987年までの2年間の間に12人ものホームレスを殺害。最終的にその正体はわからないままストーンマンはこの後忽然と姿を消してしまったんです。12人も殺されてるのに、犯人分からずじまいとかちょっとさ。そうっすよね。てか警察もうちょっと探してっていう12人ですよ。その時はでもね、監視カメラとかなかったんでしょうね、今と比べると。そんな中ですね、実はこのストーンマン事件終わりではないんです。彼はじっと息を潜め、次のタイミングを待っていたんです。止まらない殺人。
ムンバイの連続殺人がストップしてから2年後の1989年6月、インド東部に位置するコルカタの町で住人がひどく動揺した様子で叫びました。大変だ、道端で人が死んでいる。現場へ到着した警察官が目にしたものは、頭を潰されたホームレスの遺体と重さ 30kg の石。まさかストーンマンか。そう、2年前までムンバイで起こっていた連続殺人と全く同じ手口の殺人事件がコルカタで発生したんです。でもどうしてコルカタで？警察官が不可解に思ったのも無理はありません。なぜなら2年前まで事件が起こっていたムンバイからコルカタまでは 2000km も離れていたから。ストーンマンは正体を特定される前に姿を消し、2年の沈黙を経て遠く離れたコルカタの地で再び姿を現したんです。警察の目くらませるために2年間も息潜めてたってこと？しかもね、2000kmですよ。2000km も離れた町ですよ。ちょっと想像つかないけどね。再びストーンマンの殺人が始まったことで、路上で生活していたホームレスたちはパニックに陥りました。今夜殺されるのは俺かもしれない。そう不安を抱いたホームレスたちから警察への情報提供が相次ぐんですが、どれも信憑性に欠けるものばかり。警察は何人かの容疑者を逮捕したんですが、いずれも犯人ではありませんでした。コルカタでのストーンマンの犯行は1989年6月から1990年3月まで繰り返され、殺害されたホームレスは13人にも上りました。最終的にムンバイの事件と合わせ25人もの命が奪われたんです。そしてコルカタでの犯行を最後にストーンマンは完全に姿を消しました。その後19年間は平穏な時が流れ、もはやストーンマンは過去の存在として人々の記憶から消えかかっていたんです。そして迎えた2009年。今話したのがムンバイとコルカタで起こったストーンマン連続殺人事件だ。当時の事件のことを思い出し、再びその顔に悔しさをにじませる年配警察官。手口が全く同じじゃないですか。じゃあやっぱりこいつがストーンマンなんじゃ。部下は何かに気づいたかのように口を詰まらせた。その様子を見た年配警察官はこう言った。やっと気づいたか。そう、こいつがストーンマンであるはずがないんだ。なぜならこいつはストーンマンがいた時代にまだ生まれていないんだから。どういうこと？手口全く一緒だったわけでしょ？2009年に起きたね、ホームレス連続殺人言いづれな事件はですね、言いづらくないよ、模倣犯のね、犯行ではないかと考えられるようになったんです。ストーンマンが最初の犯行を行ったのは1985年のこと。対して2009年に逮捕された男は22歳の若者だったんです。男の年齢から考えて24年前の事件と同一犯というのはまずありえない話でした。この男がストーンマンを模倣したと思われる犯行に及んだのには、人々に過去の事件を思い出させたある出来事が影響したのではないかと言われているんです。実は男が事件を起こした翌月の2009年2月にストーンマンを題材にした映画ストーンマンマーダーズが公開されることになりました。映画の公開情報を見た男がこの映画に感化され、同じような犯行を行った可能性も否定できないんです。ひょっとすると1989年にコルカタで連続殺人を行ったストーンマンも最初のストーンマンの模倣犯だったのかもしれません。金品を奪うわけでもなく、ただただ残忍な方法でホームレスを殺し続けたストーンマン。その存在は次の世代にまで影響を与え、同じ悲劇が繰り返されることになってしまいました。そして今現在でもインフォーマルセクターが大半を占めるインドにおいて、無防備なホームレスを狙った犯行がまたいつ繰り返されるともわかりません。人々が穏やかな日々を送れるよう、次のストーンマンが現れないことをただただ願うばかりです。なんとですね、この度アルゴメトリーの新規の姉妹チャンネルでですね、ちょっと VTuber をね、やろうかなというプロジェクトが進行しておりまして、誰が動くの？皆様のね、中でこう VTuber のイラスト描いたことあるよとか、モデリングしたことあるよとか、もしくはその両方ができるよなんていうね、素敵な女神、天使、神様、イエス様、仏様がいらっしゃれば、概要欄または固定コメントにあるフォームからね、ぜひぜひご応募いただければと思います。そしてそこのあなたがもしかしたらアルゴメトリーの姉妹チャンネルの制作、僕らと一緒にね、プロジェクト進行するかもしれないというところで、ぜひね、お力添えいただければと思います。よろしくお願いします。